はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は前回お伝えしていた通り、このフィヨルドの最終ボス、フェンリルについてと、最終的な目標と言えるフィヨルド特有のアイテム、ミョルニルについてのご紹介となります。とは言いましても、フェンリルに関しては攻略というお話ではなくて、今回は単純に倒した時に何が手に入るのかというところに焦点を当ててご紹介させていただきまして、後半ですね、本題であるミョルニルのご紹介をさせていただきます。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。その前にですね、前回お伝えいたしましたルーンの獲得についてですね、ちょっとカットした部分を含めて簡単に補足だけさせていただこうかと思います。ルーンに関してですね、詳しくは後ほどご案内させていただきますが、レベル上限の解放という部分があります。で、前回ですね、チビペットと合わせてレベル上限、このフィヨルドだけでレベル120になれますというご案内をさせていただきました。なぜ120なのかというお話をですね、ちょっと動画の尺の問題でですね、カットさせていただいたので、ここで補足させていただこうかと思います。レベル120について、アークとしてエングラムというのがレベルごとに取得できるものが増えていきます。作成できる設計図のようなものですね。もともとはレベル上限105に対してエングラムが100までありました。このティタノサウルスのプラットフォームサドルとヘビーオートタレットですね。これがジェネシス2が公開されたことによってそれ以上のエングラムが解放されました。これがまずテックスイート101ですね。104でテックサイエン。サバイバーの初期のレベル上限が105になるので、ここまでは通常でも取得することが可能です。さらに、レベル108でテック監視コンソール、112でテックホバーセール、116でテックボウ、118でテックフェーズピストル、そして120でスターウィングサドルが解放されるということになります。なので、このエングラムのレベルとして120がマックスになっております。今現状ですが、おそらくここから増えるっていうことはあんまないと思うので、おそらくこの状態がマックスになってきます。フィヨルドだけでですね、エングラムすべて解放するためのレベルが到達できるというものになっております。その到達もですね、ボスクリアではなくて、手間ではありますし、場所によってはですね、洞窟攻略が必要な部分もあるので、簡単ではないですが、恐竜育ててですね、アルファボス倒してっていうところよりは、獲得比較的しやすいものになってます。いろんなマップ移ってっていうところでもないので、そういった部分でレベル120がこのフィヨルドだけで達成できるというお話をしてました。120のアストロデルフィスはいないので、フィヨルドにですね。なので、そこに関しては、120までいらないっちゃいらないんですが、118のフェーズピストルまでに関しては、かなりテックボウに関してもですね、利用用途高いものになっているので、ぜひチャレンジしていただいてはいかがでしょうか。では本題に戻りまして、フェンリルについてのご紹介となります。後ろに見えていますが、ボス撃破した場合、エングラムの解放とエレメント等のアイテムが手に入るというものがあります。ボスに関してもランクがありまして、ガンマ、ベータ、アルファの順番で難しくなります。当然、フィヨルドのフェンリルに関しても同じようにガンマ、ベータ、アルファとあります。今回なんですが、このフェンリルに関しては解放されるエングラムに関してはガンマのみになっております。もちろんその上のものですね、解除しても今まで通りエングラム手に入るんですが、ランクごとに手に入るものが増えるというものではありません。こ
ここまで来ると、勘のいい方は大体何が解放されるかお分かりになると思うんですが、唯一解放されるエングラムがこちら、テックソードになっております。詳しくは後ほどご案内させていただきます。なので、他のテック装備に関してはですね、特に解放されるわけではないので、お見知りおきいただければと思います。それまでに3ボスですね、ブルードマザー、メガピテクス、ドラゴン、倒してくる上で、エングラム解放っていうのがありますので、基本的な部分は解放されるというものになっております。アイテムに関しては、それぞれランクによって変わってくるものがあります。その前にですね、すでに気になっている方も多いと思うんですが、後ろに3種類、剥製とトロフィーを飾っております。一応ですね、フェンリルの場合、各ランクによって見た目が少し変わってきます。カラーリングが違うだけなんですけど、順番にご紹介していきますね。まずは、こちらがガンマ。トロフィーと剥製の違いとしては、顔だけかどうかで、デザイン的には基本的に同じものになってます。ガンマに関しては色合い的に茶色っぽいところに緑のラインが入ったカラーリングですね。ガンマが基本的に緑の色を使われることが多いので、こんな感じになってます。剥製、今回台でやってるんですが、構図がいくつか変えれます。ちょっと伏せた感じのものですね。あとはこういう遠吠えしている感じのものですね。次が、これはおそらくブレス履いている動作だと思うんですが、こんな感じですね。次が疾走しているところですね。次、ベータですね。これはこれで結構好きなんですけど、黒白のラインに軽くベータのブルーのラインが入っている状態になってます。これはこれで結構好きです。黒好きとしてはやはり一番好きなこのアルファのカラーリングですね。黒とちょい濃いめの茶色というかに赤いラインが入ってます。アルファのですね。個人的なところですが、カラーリング的には一番好きな色合いになってます。これもコレクションのしがいがありますね。あと、旗に関してはいつも通りあります。今回こんな感じですね。これはどのランク倒しても同じ旗になってます。では続いて取得できるアイテムに関してご紹介していきます。まずガンマですね。ここにあとトロフィーと旗がつくんですが、エレメントに関してはガンマの場合は100です。あともう一個手に入るのがフェンリル。フライオポットに入った状態でフェンリルが手に入ります。こちらがガンマの場合はレベルが150。オスメスとカラーリングは運次第というところですね。ちょっとステータスが毎回変わるのかどうかはちょっと検証してないんで、ご自身の目でご確認いただければと思います。続いてベータ。個数が変わるだけなんですが、ここにトロフィーと旗がつきます。エレメントとして250ですね。あと、フェンリル。ベータの場合はレベルが190になります。そしてアルファですね。旗とトロフィーがある状態で、エレメントがアルファの場合は500手に入ります。フェンリルに関してはレベル225になりまして、簡単に言うと150のテイムボーナスマックスの状態ですかね。そして手に入るのがこちらのミョルニルのスキン。神の鉄意、その雷をもって無情なる審判を下せってなってますが、詳しくは後ほどご案内させていただきます。こちらがアルファを倒した時の報酬になります。以上がフェンリルの撃破した報酬のご紹介となります。ではですね、本日のメインイベントとしてミョルニルのご紹介となります。まず、ミョルニルに関してなんですが、こちらのテックソードのスキンという扱いになってます。説明の部分としては、神の鉄意その怒りをもって無情なる審判を下せとなっておりますが、テックソードに適用することでミョルニルとなります。使用条件が3つあります。まずはテックソードのエングラムが必要となります。これはフェンリルをクリアすることで手に入るので、基本的にはどのみち手に入るものになります。2つ目がレベルが190以上。3つ目がフェンリルのアルファの討伐が必要となります。このスキンを手に入れるためなのか、それとは別にアルファの討伐自体が必要になってくるのかっていうところは、このキャラしか190超えてないので試せてないところがあるんですが、どちらにせよ1回はアルファクリアしないとスキン自体が手に入らないのでご確認いただければと思います。
で、先にレベル190に関してなんですが、先日簡単にご案内はさせていただいておりますが、こちら、今までのストーリーマップのボスですね。スコーチドアースとエクスティンクションに関しては、このレベル上限に関わってきません。アイランドの監督者、アベレーションのロックウェル、そしてジェネシス1の支配者になってますね。ジェネシス2のプライムロックウェルですね。の撃破が必要となります。しかも、アルファ撃破のプラス15という部分が必要となります。これでそれぞれ15ずつの合計60レベル上限を上げることができます。これすべてクリアで105プラス60の165となります。これに上から順番に行くとチビペット。これはチビペットを左手の部分に装備してアルファ生物、一部対象外もあるんですが、アルファ生物を撃破していくとレベル上限が最大でプラス5となります。詳しくは別途チュートリアルの方でご紹介しておりますのでご確認いただければと思います。次にエクスプローラーノート。こちらもすべて集めることによってレベル10プラスされるというものになってます。でここに関しては基本的にこの上のところに探検家の記録っていうタブがあるので、これを開いていただくことによってそれぞれ出てきます。一応マップごとに区切ることもできるんですが、それぞれですね、エレナ・ウォーカーなどの今までの部分と、ジェネシスで追加された部分ですね。このあたりの部分に関しても、ニダとかガブリエルとかも必要になってきます。プラス、HLNA さんが一緒にいるジェネシスに対して、グリッチの解放であったり、あと、ジェネシス2だと、特定のポイントに行くと、会話が発生します。この部分も含まれています。こちらが今まで通りですね、エクスプローラーノートみたいな形の扱いになってまして、これも全て集める必要があります。こういった感じですね。またそれぞれ場所のご紹介とかはですね、まとめさせていただければとは思うんですが、ちょっと先になるかもしれません。これを含めて全部集めると、レベル上限がプラス10されます。これでさらにプラス15されて180。これが今までのレベル上限となってました。で、さらに今回ですね、ルーンを集めることによって100個集めればプラス5、200個集めればさらにプラス5されます。これでレベルが190になりまして、今現在マックスとしてレベル上限が190となります。ではここすべてを達成して初めてミョルニルを使うことができるというものになってます。これがミョルニルを使うために試練をクリアしたものという扱いになってるんですね。実際使っていくところではあるんですが、その前にですね、まずテックソードのご紹介を簡単にさせていただきます。何もない場合はこういうものになってます。これにエレメントを追加することによって光のブレードですねが追加されて使えるようになります。もちろんエングラム解放してですね、動作としては普通のソードを振る動作とため攻撃でこういう攻撃がつきます。ガントレットと似たような感じですね。あとはこういった形で石とかですね、破壊できます。ただし、取得は特にないので壊すだけです。これが基本ベースのテックソードの動作になってます。こういう感じですね。もちろん貯めなくてもできます。見ていただいた通り使うごとにエレメントを消費します。ここにこのミョルニルのスキンをつけることによって使えるんですが、ここで一つ驚いたことがあります。エレメント0の状態でもミョルニル使うことができます。同じようにですね。エレメントの消費がありません。もしかするとバグで後で修正されるかもしれません。先にお伝えしておきます。その上で見た目ですね。こんな感じですね。軽くイカズチのエフェクトがついた状態。一人称の距離で見るとこんな感じになってます。実際使う部分なんですが、もちろん普通に振るもの。さっき見ていただいた通り、普段のテックソードの動きも可能ですし、もちろん石とかも壊せます。この破壊に関してはもしかすると評価されているかもしれませんね。さっきテックソード2回ぐらい攻撃しないといけなかったんですが、一撃で破壊できるようになってます。
ここからが追加の部分になります。向いてる方向に対して通常ためとかですとこういった攻撃になるんですが、一回右クリックですね押すことによって投げることができます。そして戻ってくると。これ向いてる方向なんで自由視点でしてると後ろに飛んでいきます。そして戻ってきます。不自然な動きになるんですけど、こうして投げてこのアングルっていう感じですね。アングルが難しいです。引けばいいんですけどね。こういう感じになります。これに関して何もないところに投げた場合はそのまま戻ってきます。地面に落ちるところに置くとこういう感じですね。地面に突き刺さった状態になります。この場合ですね、刺さった状態からもう一回右クリックすると任意なタイミングで引き戻すこともできます。次に先ほどの地面に落とした状態、ウィキ上ではですね左クリックになってるんですが、コントロールをこういう感じで動きます。ちょっと PS のパッドとかの操作の場合ちょっとどうなるかわかりません。バグなのかわからないんですが、説明の部分とボタンが違うのでちょっとプレイステーションの場合どうなるかがわかりません。試しようがないので申し訳ございませんが、プレイステーションご利用の方よろしくお願いいたします。ということでコントロールを押すとこういうのが出ます。これ何かっていうと、恐竜いないとわからないので恐竜いるところに移りますね。こういう感じですね。ちょっと密集してないんであれなんですけど、置きましてコントロールを押すとこういう感じでダメージが入ります。イカズチが入っておそらく割合ダメージが入りますのエリア攻撃。ただちょっと難しいところがあって段差あるとうまく当たってくれないようです。ちょっとバグなのかあれなのかわかんないんですけど、ちょっと当てるのが難しかったりします。こういう感じで当たっていきます。円形範囲攻撃ね。もう一つ能力があって左クリック長押しはこの状態ですが、これまたコントロールですね。押すと周辺のものですね、複数のものに同時にイカズチアタックができます。ちょっと1匹しかいないんで何とも言い難いところですね。ちょっと密集しているところを見に行きましょうか。こういう感じですね。今2匹しかいないですが、複数同時に範囲内であればいくらでも攻撃することができます。でこれなんですが、先ほども見ていただいた通り恐竜によってポイントが違うのでおそらく割合ダメージになるかと思います。1回当てるとしばらく継続ダメージが入るので適度に当てながらですね、逃げながらしていただくとダメージが与えやすいかなというところですね。なのでブロントとかだと70ぐらいダメージが入ります。100とか入ってますね。やっぱり恐竜によってダメージ量が違うので割合ダメージが入る感じになってます。割合ダメージはね結構大きいですね。強ければ強いほど与えれるダメージがでかいので、しばらく継続ダメージで入るので1回当てて逃げつつ当ててっていう形でやれば結構倒せます。もちろん投げた状態でもダメージ入れることはできます。ちょっと通常の攻撃よりはダメージ落ちるみたいですね、投げ攻撃に関して。もちろんこの状態でこれでもダメージは与えれます。もちろんこれでもダメージは与えれます。これがミョルミルの能力になっております。完全な最終的なエンドコンテンツの部分にはなるんですが、結構面白く遊べるものにはなります。実際ちょっとサバイバルで使えるかって言われると、頭を使わないとただひたすら戦うっていうのにはちょっと大変かもしれません。ただ割合ダメージ与えれるんで結構強いことになるかもしれません。肉弾戦であればあまり食らわないドラゴン戦とか有効活用できるかもしれないですね。デイノニクスの方が強いと思いますが、ということでこちらがミョルミルの強さになります。もしかするとちょっと修正とか入ってダメージ量とかですね、あとエレメントを使わないでも使えるっていう部分に関しては修正が入るかもしれません。
ではいかがでしたでしょうか？本日はですね、後ろのフェンリルの報酬についてと、こちら右手に持っているミョルミルの能力についてご紹介させていただきました。かなり最終的なエンドコンテンツの部分にはなってくると思うんですが、結構面白いものになっているので、一度挑戦してみてはいかがでしょうか？次回に関してなんですが、ご要望の多い資源の採取についてですね。フィヨルドに関しては結構いろんなところに幅広く資源があるんですけども、比較的安全に確保できる視点でご紹介していこうかと思っております。資源についてですね、ちょっとどうしても数があるので、パターンに分けてですね、ちょっと何回かに分けてのご紹介になるかと思うんですが、楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。